こんにちは、メカヤンです。今回は、水を飲みすぎるとどうなるかについて解説します。水をたくさん飲むことは体に良いと言われますが、飲みすぎるのはいけないのですか？飲んだ水は腸から吸収され、血液と混ざって全身を巡ります。水を飲みすぎた場合、腎臓が頑張って余分な水を尿として排泄します。しかし、腎臓の能力には限界がありますので、限界を超えて水を飲み続けると、どんどん血液が薄まります。ここで、少し難しいのですが、浸透圧のお話をします。図のように、容器の左側に食塩水、右側に水が入っていて、水だけを通す薄い膜で仕切られているとします。この2種類の液体は、混ざって同じ濃度になろうとするので、水は右から左へ移動します。水が移動すると、左の食塩水の水位が上がります。膜の左右で水位を同じに保つには、食塩水の上から力を加えなければなりません。この上から押さえる力を、浸透圧と言います。浸透圧は、水を引き寄せる力、とも言えます。つまり、濃い食塩水は浸透圧が高く、薄い食塩水は浸透圧が低く、真水は浸透圧が最も低い0で、水は浸透圧の低い方から高い方へ移動する、ということです。確かに、少し難しいですね。話を戻します。血液が薄まると、血管から染み出す細胞外液も薄まります。細胞の周りに浸透圧の低い細胞外液があると、細胞の中に水が入ってきて膨らみます。細胞が限界を超えて膨らむと、細胞が働けなくなったり、死んでしまったりします。これが脳細胞で起こると、意識がなくなり、最悪の場合、命を落とすことになります。また、血液中の赤血球も、膨れて破裂します。これを溶血と言い、重度の貧血にもなります。大変な状態になるのですね。以上のような状態を、水中毒、あるいは低ナトリウム血症、と言います。腎臓が悪い人は、健康な人よりも少ない量の水で、このような状態になります。また、心臓が悪い人は、増えすぎた血液を送り出せず、心不全から肺水腫にもなります。肺水腫とは、肺の血管から漏れ出した水で肺が水浸しになって、呼吸できなくなる状態のことです。体に必要な水でも飲みすぎるのはいけないのですね。でも、健康な人は通常、1日に体重 1kg あたり 35ml、最低でも1日に 1.5 から2リットルの水を飲む必要があります。暑い日や、運動などで汗をかいた日は、もっと必要でしょう。水中毒になるのは、例えば30分間で10リットルの水を飲むなど、極端な場合です。飲みすぎを心配しすぎて脱水状態になるのも危険ですので、水は適度にしっかりと飲みましょう。メカヤンさん、どうもありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の内容が面白かった、ためになった、と思われた方は、ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。では、またお会いしましょう。